はいどうもどうも、ガラージトモさんでございます。今日はですね、シリンダーヘッドカバーの結晶塗装に挑戦したいと思います。今日の作業のために購入した商品はこちらです。イギリスで eBay や Amazon を調べても結晶塗装用の塗料がなかなか見つからなかったんですけれども、やっと一つ見つかりましたのでこちらを購入しました。これはイタリアのお店から送ってもらいました。はい、あとパッキン類もリフレッシュしていくので純正品を取り寄せてあります。こちらになります。はい、ということで今日は、シリンダーヘッドカバーを取り外して塗装を落として塗装面の準備をして、そして結晶塗装を行います。最後にパッキン類の取り付け作業を行っていきます。はい、ということで一緒に見ていきますか。シリンダーヘッドカバーを外す。早速シリンダーカバー周辺のいろいろなものを外していきますね。今コイルカバーが外れました。 S2000 のエンジンの位置が非常に低いところにあるので腰には辛い作業になりますね。今一生懸命外そうとしているのはイグニッションコイルのボルトです。10ミリ用の長い T バーを持っていればよかったんですけどね。そして場所を変えてハーネスを外そうとしております。ハーネスホルダーはイグニッションコイルが4箇所、それからトップデッドセンターセンサーが2箇所、全部で6箇所を外すことになりますね。ソケットが外れたらハーネスを邪魔にならない低い位置に押し下げておきましょう。コイルを外したら一応念のためですね、順番にこれはどこから抜いたか分かるように並べておきました。あと動画撮れてなかったんですけれども PCV パイプとブリーザーパイプはすでに外してあります。はい、もう少しでシリンダーヘッドカバーのボルトすべてが外れると思います。この作業の時にボルトやワッシャーをエンジンの隙間に落とさないようによく注意して作業を行いました。この段階でオイルフィラーキャップとディップスティックも外してあります。周辺のものをすべて外したらあとはシリンダーヘッドカバーを引き上げるだけですね。スパークプラグシールとスパークプラグガイドがしっかりとくっついているのでそこが一番抵抗になっていたと思います。エンジンルームの奥のスペースが非常に狭いのでヘッドカバーを真上に引き上げながらボディをかわしながらという作業になりますね。はい、ということで今ようやく苦しい体勢ながら外すことができました。トップデッドセンターセンサーとパッキン類を外す。シリンダーヘッドカバーを作業台に移動してまいりました。まずトップデッドセンターを測るセンサーが2つついているのでそれを外そうとしています。この2つのセンサーはボルト1本ずつでそれぞれ固定されていますがヘッドカバーから引き抜く時にはオーリングが抵抗になっている感じでしたね。後で調べたところこの2つのセンサーは全く同じ品番のセンサーということでした。作業中はわからなかったのでタイラップで目印をつけていたようです。次にヘッドカバーパッキンを外していきます。この部品は新品に交換します。そして4箇所あるスパークプラグホール、ここにもパッキンがついているのでこれを外していきましょう。ただこの後ね、ここで GoPro がバグってしまいましてこの跡が取れてないんですね。なのでちょっとズームインしていきましょう。わかりますかね。これが、スパークプラグホールについているシールになります。で、これを外す作業の時にヘッドカバーには絶対に傷をつけたくないじゃないですか。なのでいろいろ調べてみたらこんな感じで作業するといいよということが分かりました。私の場合はサイズの大きめの
マイナスドライバーで作業をして問題なく取ることができました。こういう先の曲がった工具があればよりやりやすいかなと思います。いずれにしても落ち着いて傷をつけないように作業をしましょう。ペイント剥がしと足付け。現状のヘッドカバーにはかつて結晶塗装だったであろうものがまだ半分ぐらい残っているのでね、剥離剤を使って塗装を剥がしていきたいと思います。剥離剤はいつも使っているものと同じ剥離剤でね、 2,3 分でもう全てめくれてくる感じだったので、今回の作業は非常に楽でした。塗装のカスと剥離剤を水で流して戻ってきたところですけれども、これからね、少し粗めのサンディングパッドを使って表面を整えていきたいと思います。ヘッドカバーはまだ塗装を落とした直後ですから、油分や汚れなどが残っているということでね、この段階でしっかりそういうものを取っていくという作業ですね。足付け作業が終わったらいつものようにアイソプロピルアルコールを使って極力表面の油分を取り除いておきました。マスキングとスプレー塗装。塗装をする必要のない場所にはマスキングをしておきましょう。今マスキングをしているところはオイルフィラーキャップの場所ですね。基本的には穴の開いているところの周辺は全てマスキングをしておきました。次に塗料の準備をしていきますけれども、説明書によるとまず最初に2分間振り続けてくださいということだったので、一生懸命振っておきました。塗料の準備ができたらヘッドカバーを塗装ブースへ設置しました。インストラクションによると3回塗ってください。1回目と2回目、2回目と3回目はそれぞれ5分間隔を空けてくださいということでした。それから1回目は横、2回目は縦、3回目は斜めのアクションで塗ってくださいということも書いてありましたね。これが3回目を塗り終わった直後の状態ですね。垂れない程度にもりもり塗ってくださいということだったので、こんな感じになっております。単波赤外線ヒーターで結晶化を加速。3回目の塗装が終わってから約2時間で放っておいてもね、約2時間で結晶状態になりますよということだったんですけれども、この日はちょっとね、気温も低めだったので、手よく言うとですね、気温も低めだったのでと、早く結果が見たかったんで、単波式赤外線ヒーターというのを使って、表面を温めているという作業になります。このヒーターは Amazon で購入したもので、かなりパワーのあるヒーターなんですけれどもね、こういう火事になる危険性のある作業をするときには、私の場合は消火器は2本、それからバケツに水を張って作業をしております。今ご覧いただいている動画は10倍速なので、だいたい1分ぐらいですからね、実際の作業としては10分ちょっとで結晶化したという感じになると思います。今回初めての挑戦になるので、塗りムラができたりね、うまくいかない時には1回剥がしてまたもう1回やればいいやという感じでね、気楽に作業をしたんですけれども、綺麗にできたかなと思います。使用した塗料は先ほどの缶の約半分ぐらいだと思います。オイルフィラーキャップパッキンの交換。ここでね、オイルフィラーキャップのパッキンを新品に交換しておきたいと思います。このパッキンはもちろん純正なので合わないはずはないんですが、一応ね、念のために今ついているものを外す前に同じサイズだよねということを確認してから外しました。
DIY 整備を始めてから、もしこれを外してしまって新しい部品がつかなかったらどうなってしまうのというのをね、先に考えるようになりましたね。慌てんぼうの性格も改善したかな。スパークプラグホールシールの取り付け。では最後に新品のスパークプラグホールシールを取り付けていきたいと思います。準備したものは WD-40 とサイズが合うソケットです。シールがホールに対してまっすぐに入る向きを確認してから、ソケットでゆっくりと慎重に、叩いているという、こういう流れの作業になります。ここで曲がったり無理に押し込んでしまうとシールが曲がってしまってオイル漏れの原因になるということなのでね、焦らず少しずつ慎重に、押し込んでいくというのがいいんじゃないかなと思います。ソケットを叩く音がトントントンからキンキンという高い音に変わるときが OK の合図ですね。申し訳ありません。手が邪魔ですね。指先でシールの座り具合を確認していますが、この時にまだもう少しということがわかる感じでした。はい、ではしばらく慎重すぎる作業を見守ってみましょう。レストは完成の図。コイルカバーを乗せてみるとこんな感じに仕上がっています。マスキングを外した状態はまさに遠目に見ると新品のようにも見えなくもないですね。次回の動画では組み付けの状態もお届けしますので楽しみにしていてください。来週のガラージトムさんでは VTEC ソレノイドバルブの整備とガスケットの交換、エンジンオイルフィルターとエンジンオイルの交換、そしてスパークプラグを交換した後、ピカピカのシリンダーヘッドカバーを組み付けていきます。動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、プレミア予約をしておいてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では来週までごきげんようです。Highly emotional baby.